一目でハスラーらしさ満点のインパネが魅力的なハスラーの内装です。動画は小さな長所短所から運転席周り、リアシートと進んでいきます。まずは小ネタ、小さな長所短所からいきます。ブレーキペダル動力の視覚化。ペダルを踏んでいる量や時間を視覚的に確認できます。これが減速 G ではなくてペダルを踏む量なので、停止中でもこのように確認できます。設定画面。車両設定は運転席右側、インフォというスイッチから入ります。そしてその中の階層ではメーターの軌道調整に使うプラスとマイナスのスイッチを利用して操作します。で、決定はまたインフォのボタンです。 R に入れてバックチャイム。ハザードをつけてリバースに入れてみます。ハザードをつけてリバースに入れてみます。ハザードつけます。リバースに入れます。ハザードの音消えました。戻します。ギアポジションをリバースに入れると、通常のリバースチャイムとは別に1回チャイムが鳴ります。ではリバースに入れてください。戻してください。助手席下の収納ボックス。助手席下にはおなじみ収納ボックスが備わります。その下はハイブリッド用のバッテリーです。で、この下にはバッテリーが積まれています。エアコンのスイッチ、同サイズ、しかもシャープな文字で綺麗に並んでいます。代わりにオートのスイッチは慣れないとちょっと分かりにくいです。インパネのカップホルダー。運転席側が固定式、助手席側が収納式。使いやすいコンビネーションです。ハスラーの内装で取り上げたい点を挙げさせてください。まずね、やっぱりこのインパネ全体の作りですよね。もう本当にハスラーらしいです。ボックスがね3つ並ぶような形で、この周りにはね白く彩られています。グレードによってはね、左側のボックスのところはもう蓋がつくそうです。でね、これシンメトリー、左右対称って言われるデザインで、写真で見るより美しくて、本当高級感とポップ感、もしくは、力強さと親しみやすさ、そういった部分のねバランスがねすごくいいです。最初ね、このハスラーがデビューした時、初め写真で見まして、その時はね、もう左ハンドル用を考えたデザイン、それももうついにここまで来たか、なんてね、ちょっと微妙にネガティブな感じを受けました。で、実際ね、メーカーの作り手側の理由としてはそういうのもあるんでしょうけれども、もう実際見るとね、もう全然そんな気持ちが吹っ飛んじゃうほどね、いい感じ、素敵な感じをね、受けています。で、例えばね、この助手席前のここの部分、ここ手でね掴めそうな感じもして結構かっちりしています。こういったところもね、ちょっと黒缶の助手席の人が掴むようなね、なんて言いますか、その取っ手とかをね想像しちゃって、力強さをね感じます。じゃあ、あとちょっと細かいところを見ていきますね。メーターはですね、アナログのスピードメーターが大きくあって、あとタコメーターがあります。タコメーターはねちょっとちっちゃいのと、視線をだいぶ下げないと見えないので、走行中細かくね回転数を見ながら走るというのにはねちょっと向かないかなと思います。で、ここ切り替えて、表示によってはね、速度計がいろんなものに変わります。あとこのスイッチ、インフォと書かれたスイッチでここの切り替えができるんですけれども、これがですね、右手側のインパネ部分、ここにあるスイッチと、ステアリングスイッチの左手側、ここに同じ機能がね割り当てられたスイッチが2つあります。両方同じように作用するので、右手で操作しても左手で操作しても、このあたりが面白いところかなと。そうしましたらね、中央部分、絶妙に絶妙と思えるところを一つ挙げていきます。それはこのシフトセレクターですね。まずこの操作感は結構ゴツゴツしていてね、硬いです。合成感あるとも言えます。動かしますね。ゴクンゴクンといった感じでちょっとゴクゴクしてるんですけれども、いいのはね、このレバーの形状とか位置、角度、それからこの握るグリップ部分、こういった部分がねすごくよくできてるというか、絶妙な感じで、あんまりね渋さを感じないっていうのかな。力入れすぎて次に行っちゃうなんていうところをね
こう抑えてくれる、もしくは最小限にしてくれるようなね、ところがこのレバーで作られているように感じました。このあたりがね、そのコストと実用性、使いやすさっていうのかな。そういったあたりがこう、スズキの持つ素晴らしさなんですかね。で、あとね、この親指部分のところには、スポーツモードへの切り替えスイッチがついています。あとじゃあエアコンの操作部。ここはですね、まずマニュアルモードを使う場合は、左手側のレバーが、これが、上下で不良です。あと右手側が温度。これがですね、中央で戻ってくるシーソースイッチになっています。あとオートで使う場合なんですけれども、オートはね、これ映像で見てもパッと見てちょっとわからないと思います。答えを言いますと、このスイッチのね、中央部がオートです。で、これ夜間ね、同じ色でアンバーに光りますし、なんでしょう、慣れてればね、問題なくても、初めて見るとね、ちょっとオートはわかりにくいです。その代わり、こうスイッチね、同じサイズで綺麗に整然と並んでいますので、見た目はね、整っています。あと、AC のオンオフと内気外気は、これはあれです。インジケーターが点灯するような形です。それからですね、あとシートヒーター。シートヒーターは左右、運転席側、助手席側、両方ついています。これ G というグレードで139万円のグレードです。で、これがですね、オンオフスイッチになっていまして、強度、強さの調整はね、できなそうです。なので、オンにすると、普通の車でしたら最大みたいな感じでね、オンになります。ないよりはね、100倍良くて、もうすごくね、こう、重宝する機能なんですけれども、結構熱くなりますので、微妙な調整をしたい場合は、適度にね、オンオフを繰り返すような形で、自分たちそんな感じで使っていました。では、あと上部の方いきますね。カップホルダーはですね、助手席側は収納タイプ、運転席側は固定タイプになっています。やっぱりね、これ気配りとか使いやすさを感じます。それからですね、ダッシュボードの上、ちょっと見づらい位置なんですけれども、多分ね、スピーカー、高音用のスピーカーと思われるのがガラスの方向を向いてね、ついています。で、高音というのは指向性が強いので、反射もね、鋭角に跳ね返ってくるわけでして、で、これが多分ね、このガラスの反射を利用してリスナーに聞かせる、もしくはね、ここにステージを作る、いわゆる音像ですね。そういった役割をしているのかと思います。で、聞いてないんですけれども、ここに高音用の音があって、こうガラスの反射してくるとね、低音の音もこっちに引っ張られますから、目の前にね、こうライブステージができちゃうようなね、作りもね、ちょっと期待しています。で、今回はこのままあと見切りの話もいっちゃいます。まず見切りなんですけれども、やっぱりね、この車いいです。外から見て予想通りですね。何がいいってボンネット見えます。それからですね、助手席側のエンピラー、太いんですけれども、立っていて面積は最小限。この辺のね、感覚も取りやすいです。で、もちろんね、小さいですから、適当に回してもぶつけにくいとは思うんですけれども、やっぱり目で見て実際に乗せられると安心感が違います。で、いいところと悪いところが一つずつですかね。一つはね、このダッシュボードが手前側に向かって上がっています。これちょっとね、自分慣れ必要でした。もちろんね、すぐ慣れちゃうポイントなんでしょうけれども、個性的ですよね。独特ですよね。で、この角度はボンネットと同じような角度でこう見えます。いいのはですね、ワイパーアームが見えないです。実際は一番盛り上がった部分がね、少しずつ見えるんですけれども、邪魔はしません。いろいろ乗っていると、前の感覚取りやすいのに、ワイパーアームが邪魔して、前の感覚取りにくくなっている車とかね、あります。で、そういった車ね、ワイパー見えなきゃいいのになんて思ったりもするんですけれども、この車はね、運転席で普通にポジションを取ってみると、ワイパーアームほとんど目に入らないので、本当盛り上がったとこだけなので、視界にも車両感覚の取りやすさにも邪魔をしてないです。リアシートです。現在182センチの身長182センチのスタッフが座っています。でね、この車、着座姿勢がね結構いいです。今ねこの足元見てお分かりますでしょうか。太ももの後ろまでのねサポートがこの体型でもあって、大人の男性でもね座りやすいような、座面高があります。またね、シートはですねお尻の部分が少しへこんでいて太ももの前が少し出ているような感じになっています。
これ体型によってはね、もしかしたら太ももの裏ちょっと圧迫感あるかもしれませんけれども、この身長でしたらね、ちょうどいい感じで座れています。で、あとですね、細かい部分、まずね、これドアです。このドアパネルこうやって見た時に、このドアハンドルというかアームレストの部分、ここの位置がね少し高いです。なので、この場合ですと左手を置いた時に少し左手が高くなってね、ちょっと違和感を感じるような作りになっています。またあとね、そこに体重乗りますから、ここの辺りがねちょっと腕に当たってね痛い感じです。で、なんでこれが高い位置にあるかちょっと理由を考えたんですけれども、それはこの下のドリンクホルダーが関係していると思います。ドリンクホルダーこの位置ですから、こうやってシートと照らし合わせてみるとね、シートの脇深い位置に来るんですね。で、その際にこれがこうなかなかね抜けないんですよね。なので、この位置をそんなに下げられない、ここ隙間が欲しいので、こういった形になっていて、ここが高い位置にあるのかなというのが想像できます。あとちょっとね見た感じカップホルダーはここだけでしたので、自分たちが使っていて使いやすいと思ったのは、このシートバッグのポケットです。ここはですね、ペットボトルでしたら3本入りまして、ここで使うのがね使いやすかったです。2代目ハスラーの内装は独自性強いインパネがたまりませんでした。一旦気に入っちゃったら変わりがないと思えるようなタイプです。磁気型が出て普通っぽい内装になっちゃったから乗り続けたという経験は自分もあります。走行中ずっと見ているインパネ、しかも趣味性を感じる車ほど重要なポイントですよね。1000台となる初代ハスラーのインパネはこんな感じでした。こっちもね全然悪いわけじゃないんですけれども、スペーシアとかワゴン R とか、そのあたりの内装と言われてもそう通じちゃう、そんなデザインかと。あと特別仕様車の J スタイル2や乗り味や燃費に関する部分は別動画にしています。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。